今日は高速のドラムが特徴的なドラムンベースのスタイルを解説していくよ。この前のエディットを解説する動画で紹介した既存の曲のドラムを使って別の曲を作る方法。ドラムンベースもその手法と同じように既存の曲のドラムをコピペして作られたよ。とある曲のたった6秒間のドラムソロ。この6秒間から数千もの曲が誕生した。詳しくはアーメンブレイクで検索してね。ウィキペディアでその6秒間の視聴もできるよ。ドラムンベースはそんな経緯で生まれたから。似たようなドラムパターンが多い曲でもある。本題のスタイル解説に入る前にドラムンベースの表記について解説するよ。ドラムンベースっていろいろな表記がある。アンドとかアポストロフィー N とか DNB とかいろいろな表記の効果を試してみたけど、この4種類は明確にドラムン効果があった。アンドが一番ライト寄りで時点がアンド、アポストロフィー N と DNB はダーク寄りの曲調になるかな。ただどれも曲調が不安定だからドラムンベースの表記にこだわるよりはこれから解説するドラムンベースのサブジャンルを使った方が曲調は安定するね。それじゃ本題に入ろうか。まずはライト系ドラムンベースのスタイル。ドラムンベースはライト系とダーク系大きく2種類に分かれているよ。ライト系はメロディアスな曲調でダーク系はリズミカルな曲調になる。リキッドドラムンベースは感傷的でスローなメロディーが特徴の曲。単純にメロディーだけを聴くのであればバラードやチルっぽい雰囲気とも言える。ただもちろんドラムは高速で激しい。その差が面白い曲と言えるかな。ドラムステップはドラムンベースの特徴的なドラムのテンポを半分にした曲だよ。テンポは倍にしても半分にしても音楽的に問題が起きない性質をしている。この性質を利用してドラムのテンポだけを半分にするハーフタイムという手法がある。ドラムステップはその手法を利用してドラムだけが半分の速度で演奏されるよ。ドラム以外は普通の速度で演奏されるから、これもテンポの差が面白い感じになる曲だね。ジャズステップはその名前の通りジャズの影響を受けたドラムンベース。ドラムンベースのリズムに乗せてジャズっぽいメロディーを演奏する曲だよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか実例を聞いてみよう。
イト系ドラムンベースのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。ライト系はかなりメロディアスだからポップスを作る時にも使えると思う。ドラムンベースは高速のドラム以外は結構ポップ寄りの EDM ジャンルだから、この後に解説するダーク系ドラムンベースもそこまでめちゃくちゃな曲調ではないよ。ダークステップは名前の通りダークな雰囲気を強めたドラムンベース。スノのスタイルで例えるとダークよりホラーの要素の方が強いかもしれない。奇妙な音や不協和音が多用されて不気味な雰囲気が漂う曲になるよ。ドラムファンクは不規則なドラムが特徴。ドラムが主役でそれ以外の音は少なめだよ。もう少し正確に言うと規則的なドラムが不規則に配置されているって感じかな。ドラムのテンポは規則的なんだけど強弱の位置がバラバラでノリがつかみにくい。ニューロファンクはほとんどメロディーがなくて強く加工された音が鳴るだけの曲になる。最もポップ要素のない硬派な曲だけどスノだと効果が微妙なんだよね。表記を頭文字大文字にしてインフルエンススライダーを 100% に上げる。これでどうにかメロディーを消せる感じ。普通にやるとメロディーが入っちゃうよ。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか実例を聞いてみよう。ダーク系ドラムンベースのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。ドラムンベースのスタイルはドラムを変える効果は非常に強いけどドラム以外の部分は主張しないから意外に他の曲と綺麗に混ざりやすい。ドラム部分を大きくアレンジするスタイルとして使うと面白いよ。ただドラム部分を変える効果は非常に強く何と混ぜても同じドラムを保つから
何でもドラムンベースになっちゃうという大きな問題点はあるね。だから多用するのはおすすめしないけど、時々使うのはおすすめしたいスタイルだよ。それじゃまたね。